全国50万のセブンハーツタイムレスにファンのみんな、大変お待たせいたしました。紆余曲折あって、ようやく、タイムレス2が発売。実は、去年の割と早い時期に、一度完成したんだけど、その後、タイムレスにはこんなもんじゃねえはずだ。という、少年漫画みたいなパワーアップを経て、今回リリースされたのが、このタイムレス2。タイムレスシリーズは、大型の平面駆動振動板を採用する、プラナー系の線駆の一つとして登場し、その驚くほどに丸い形状と、ウォームで重厚なサウンドから、多くのウォームド重厚サウンド愛好家に好まれたイヤホンだった。今回、生まれ変わったタイムレスには、独特な外装形状を継承しつつ、全く別物と言っていいくらいアップデートされているので、高価格平面駆動イヤホンファンは、ぜひ期待してくれ。今回は、この4項目、特徴的な外装と変更点、変更できる、4種類のフィルターを採用、付属品もよりアップグレード、より幅広く受け入れられる、ユーザーに合わせられる音質。と、こんな感じで4項目を重点にお届けするぞ。さあ、まずは特徴的な外観から。なんと、ドライバー以上に巨大なバックプレートを備える、とかいう、かなり攻めたデザイン。もちろん、これが雑にロート状に耳にぶち込まれる、というわけではなくて、常識的なサイズの内側構造を大きく覆う、ファッション性重視の形状となっている。もちろん、内側の構造は常識的な形状なので、この手の大型ドライバー採用機種として、標準的な装着感になっているな。ただし、必要以上にイヤホンを耳に押し込んだりすると、違和感が発生することが多い。その点は注意が必要だ。初代タイムレスから、背面に4角錐が連続したパターンが追加され、より存在感のある見た目に、パターンの形は低くて、変に引っかかる感じはないぞ。ちなみに、外装部分での最大の変更点は、この後話すフィルター対応のほか、実は、耐久性に不安のある MMCX から、より単純で消耗の遅い2ピンに変更になったこと。端子の周りに段差のない、フラット2ピンタイプなので、現在市場に流通している大体の2ピンケーブルは対応可能だ。個人的には、これはかなり大きなアップデート。タイムレスには、タイムレス AE という、コラボバージョンもあったんだけど、その時点で2ピンに変更されていたので、期待していたけど、今回も無事2ピン仕様で嬉しいポイントだ。外装で一発でわかるアップデートとして、付属3点、初期装着1点のフィルター変更が楽しめる新仕様が挙げられる。今回はシルバーとゴールドの2種類のフィルターが、さらにそれぞれ2種類付属する。特に見慣れない形状のフィルターの方はどんなサウンドが聞けるのか、とても楽しみだな。ちなみに、各ノズルがどのような特性を示すのかは、リンサウルの公式ページには、まだ表記がないものの、ざっくり分類すると、シルバーが高音より、ゴールドが低音よりの傾向がはっきりわかるくらいの変化。さらに、特殊形状の方のプラグでは、イヤホンでよく感じる、直接耳に音がぶつけられているような、音の近さが緩和されて、より広大な空間で聞いているような感覚がある。なので、おそらく最も初代タイムレスの精神を引き継いでいるようなイヤホン、と感じられるようなモデルは特殊形状の金色のノズルだと思うぞ。フィルターや本体の質感のアップデートで十分に前作よりも高級感が高まったと思うんだけど、付属品についてもアップデートが行われている。特に初代のタイムレスのような、ちょっと前のセブンハーツ製品は、ケーブルの品質が不十分で、そのままだとポテンシャルを発揮できないことも多かった。個人的には、今でも愛用している、お気に入りの一台である、セブンハーツレガトは、空間がのっぺりとしたサウンドになってしまう、という、結構致命的な変化を初期ケーブルがもたらしていた。あと高音もかなり落ち着いちゃう。なので、セブンハーツのケーブルは、割と最近まで、まずは初期ケーブルを試さないでリケーブルを試すレベルだったんだけど、今回のケーブルはかなり大きく改善されていて、さらに、プラグ変更も可能となっていて、3.5mm と 4.4mm に対応している。タイムレス2と組み合わせて、初めて聞いた時も、付属品のみの構成で、完全に満足できるサウンドを出すことができた。最近は中国系のイヤホンブランドが、初期付属のケーブルとテスト品程度の感覚や、とりあえず製品を共有してコストダウンや、という、価格第一の思考から、箱出しでしっかりと感動できるセットにする、という流れを感じられて、とても初心者にフレンドリーで良い流れだと思う。セブンハーツは割と初心者におすすめしづらいブランドだったんだけど、このタイムレス2を見る限りは安心だな。その他、開けるのに苦労する重厚な金属キャリングケース。これ、ネジ山が切ってあるタイプなので、閉める時にもネジ山を舐めないよう苦労するタイプなので、付属品などをまとめて突っ込んどくようだな。外使いには向かない。ただし、キャリングケースの天面は、この T メレス2をイメージさせる、4角錐のパターンが用意されていて、凝っているのはわかるんだよな。でも外でキュッキュ音立てながらネジ山潰したくないので、基本は保管用だ。
さて、ここまで見てきた通り、現代基準にアップデートされ、なおかつ、初心者でも触りやすいように変化。加えて、サウンドフィルターは新しい可能性を内包する、7Hz タイムレスに。音質面で言うと、各メーカー、第1世代の低価格平面駆動イヤホンが出揃った後、今はもっと良くないということで、リニューアルされた、第2世代、と言っていいイヤホンだ。ドライバは1発。典型的な台形平面駆動イヤホンとなっていて、ドライバのサイズは 14.5mm だ。他社との違いとして、振動板表面に、表裏ともに銀合金の非常に薄いメッキが施されていて、ただただ一般的な平面駆動を、豪華に仕上げた、というだけではないことがわかる。実際、この改善は音質に大きく現れていて、初期のウォームだけど、分離感の足りない平面駆動の印象は全くなくて、ウォームだけど、しっかり分離を感じられるのは、タイムレスからの、しっかりとした積み重ねを感じられるものになっているぞ。各フィルターを聞いた感じ。ナチュラルで空間が広い、低音が弱めで分析的に聞ける、低音がしっかりしていて、高音もよく出ていて、弱ドンシャリ感のある、平面駆動サウンド。そして、低音の量感が強く、高音はナチュラルで、空間に広く広がって反響するような、ホール感のある聞こえ方、という、4種類のキャラクターをフィルターで選べるようになっている。銀のフラットフィルターは、モニター的な利用におすすめ。低音が見通しを阻害しないので、使いやすい。銀の山形フィルターは、ナチュラルでボーカルを重視したい人におすすめ。しっかり解像度を保ちながら、ナチュラル感も強い。空間表現はどちらも広いものの、より近く、直接的に音が耳に届いている感覚のする、フラットフィルターに対し、山形フィルターは、より空間に散った後に音が届いているようなナチュラルさがあり、これがこの機種の特徴になっている。もちろん、低音がより必要な場合は、金のフィルターを選択することができる。こちらも、フラットと山形にはそれぞれダイレクト感が強い印象と、より空間の広がりを感じられる、適当な距離が感じられる空間表現という強みがあり、この2種類の組み合わせ、合計4種類のフィルターが、タイムレス2の特徴となるぞ。ちなみに、一般的な平面駆動型に近いサウンドを楽しめるのが、フラット型の2種類のフィルター。そして、初代タイムレスに近い空間の広がりと、より明晰な分離感を楽しめるのが、山形の専用フィルターだ。初代タイムレスに一番近いのは、山形のフィルターかな。ただし、ケーブルが大幅に改善しているので、見通しはタイムレス2が圧倒的に良い。でも、ちょっと重厚感では、特化した初代タイムレスの方が有利かな。空間の広がりは感じるものの、イヤホン的な音色の良さを追求するフラットフィルターは、他社ライバルと競合できる仕様になっている。低音はガツンと重いタイプで、レッドシュアーの S8 に近いものの、どのフィルターを使っても、音色の分離感がより高いので、まったり聞きたい人は S8 を、やっぱ平面駆動は情報量子という人はタイムレス2をおすすめする。また、初代タイムレス2の形質を受け継ぐ、特殊フィルターによる、適度な空間への低音の満ち方は、現状のこの価格帯ではなかなか見つけるのが難しいな。音色をざくっと分解してみよう。高音域は、ソリッド感の溢れるところから、かなりナチュラルなところまで、フィルターによって大きく切り替えることができる。この手のフィルターによる変化って、どこか無理やり高音を抑えている感じがすることが多いんだけど、しっかり時間をかけて開発されたタイムレス2のフィルターは、どのフィルターもバランスが良く、バランスを変えるためだけに味を創出する、いわゆるシミフィルターや、せっかくついているのに実質一択、といった印象がない、自分の好みを追求できるな。金属音はシャープから、耳障りな印象を取り除くことができるくらいのバランスまで選択できる。特に、低音と高音のバランスを変えずに、このあたりの響きを調整できるのも良いぞ。ボーカル帯より、高音域と低音域がちょっと強めだけど、もちろん、この価格、ボーカルを捨ておくことなんて全くない。ボーカルもフィルターの影響を受けるので、ソリッドからナチュラルまで、女性ボーカルが特に得意な印象。男性ボーカルはフィルターの影響を受けるんだけど、銀フィルターだと、低音の巻き添えで、低めの声はちょっと弱っちゃうかも。男性の声をメインで聞きたいなら、金フィルターで、低音ごと持ち上げてあげると良いだろう。また、フィルターは山形と、標準的な形のフラット型があるんだけど、個人的にボーカルを聞くならぜひ山形の方で聞いてほしい。金色、銀色問わずだ。この状態では、声はナチュラルになるものの、十分に分離は効いているので、聞いていて、自然なサウンドをお楽しむことができるぞ。そして、低音域。しっかりと強く、また初代タイムレスより、サブベースも強まっている感じがする。しかも、ベースが多い平面駆動や、イヤホンが苦手な人には、銀フィルターも用意されているな。銀のフィルターに交換すると、一気に低音が後退し、他のメロディが明確に聞こえるように変化する。
この山形フィルターの音、ぜひとも聞いてみてほしい。他の、柔らかい音を出すモデルに近いんだけど、空間表現がより優しくて、タイムレス初代の強みを感じつつ、最近のレベルの分離感と解像度が残るんだ。これはやっぱりちゃんと良いものだと思う。空間表現には何度もフィルターの違いで触れているから、ざっくりと話すけど、空間は広め。そして、音の位置をはっきり近距離で定義したいか、あるいは、ふわっと。ホールの壁を伝って聞こえてくるような、広くて適正な距離がある体験にしたいかで、フィルターを選択するといいだろう。どちらも、聞くに値するものだと思う。ちなみに、この価格帯だと、僕は渋谷のナイテンゲールと、タンズーのブソクテンザレジェンドが、平面駆動モデルの中でお気に入りなんだけど、ナイテンゲールと、ブソクテンザレジェンドは、くっきりと近くで鳴らす空間表現を持つタイプ。また、過去のモデルには、柔らかい空間表現のものがあるんだけど、より空間の感じ方は広がりを持たず、どこか平面の画像を見ているような位置感のものも多いんだけど、このタイムレス2には、しっかりと奥行きがあるのが素晴らしい。この空間の独特さが初代タイムレスの強みだったと思っているので、ぜひ、この強みを一度体験してほしいな。と、こんなところだな。待たせた回は絶対あると思う。特徴点を削らず、色々拡張してくれた、前作の味変ではなく、しっかりと超えてきてくれた、後継作だと感じたな。先日は不足点で同じような感想を抱いたんだけど、1チューニングを突き詰めた不足点に対し、もちろん、前作を超えつつ、それ以外の可能性も示した、タイムレスに、あなたはどちらが好きかな？と、いったところで今回はここまで。最近さ、やたらとレビューにカロリー臭ちゃんとしたイヤホンしかないんだよね。